織田和佐助信長だ。今日の合戦場は、戦国ではなく、電話 VS メッセージらしいな。お主ら、現代の戦は随分平和よの。まず申しておく。わしは圧倒的に、メッセージ推しだ。電話はな、戦で言えば、いきなり本陣に土足で踏み込んでくる死者みたいなものだ。こっちは軍議の最中かもしれんのに、どんどんこう叩いて、今よろしいですかだと。よくないわ。基本はメッセージ。これが現代版の書状だ。証拠が残る。後から読み返せる。言い逃れもできん。ビジネスでも恋愛でも。一番厄介なのは、一体話内の水が借りケロンよ。戦国でそれをやったら、上位質落ちる。だから、わしは朱印状や版物を山ほど出して、全部分で固めた。現代で言えば、全部ログを残してるようなもんだ。にもかかわらず、今でもとりあえず電話でさ、とか言ってくるやつ。お主ら、21世紀に生きているふりをした昭和の亡霊か。しかも最近は若い衆の間で、予告なし電話は無礼だそうだな。よろしい。合理的だ。いきなりならされるのは、戦場でいきなり背後から、今よろしいですかって話しかけられるようなもんだ。そんな家臣。即刻首だ。だがな、メッセージ進行も行き過ぎればアホになる。すいません。今電話していいですか？大丈夫です。ではこれから電話します。はい、お願いします。おい、その3往復、電話1本で終わるわ。合戦前に根回しの書状を3通りも4通りも回してるようなもんだ。機動力が死ぬ。ここで電話の出番だ。電話は緊急時、交渉、感情が絡む話。この3つの時だけ使え。わしならこう仕組む。日常連絡はメッセージで全部ログ化。条件や数字、約束事は文字で残す。これは鉄則だ。その上で、戦況が急変した時、駆け引きが必要な時、人の心を動かしたい時だけ、電話で一気に攻める。戦国なら、城を明け渡せ。兵は助ける。その代わり今すぐ決めろ。こういう場面だ。チャットでご検討のほどよろしくお願いいたします。なんてやってたら、夜が明けるわ。あと、電話嫌いの者に限って、メッセージも長文ポエムで送ってくる。スクロール3回分の愚痴。読むのも苦行だ。言うておくが、コミュニケーション手段の問題ではない。お主の思考が整理されておらんのだ。メッセージで済む話を電話にしてくる上司も、電話が怖いから全部チャットで濁す部下も、同罪だ。どちらも自分で考え、要点を絞るという頭を使っておらん。わしなら部署ごとにルールを切る。例えば、仕事なら、5行で済むものはメッセージ。それ以上は資料。それでも決着つかなきゃ。電話か会議。恋愛ならスタンプでごまかすくらいなら電話してなきゃ。家族なら命と金に関わることは即電話。それ以外はメッセージで十分。こんな具合だ。今の世はユニファイドコミュニケーションとやらで、音声もビデオもメッセージも全部まとめて使える。要するに、刀槍鉄砲大砲。全部揃った天下の軍備だ。それを使い分けもせず、電話しか振らぬ奴は今川義元。メッセージしか打たぬ奴は、城から一歩も出ない引きこもり大名。どっちも滅ぶ。わしが好きなのは、状況に応じて、最小の手数で最大の効果を出すやり方だ。これぞ戦。最後に申しておく。電話かメッセージか。で悩んでいる時点で、すでに言って遅い。問うべきはただ一つ。この一打で、相手をどう動かしたいか。それだけよ。そこが定まっておらぬ者のメッセージは、どれだけ既読がついても、心には届かぬ。戦も仕事も恋も同じだ。ではまた、次の合戦で会おう。